こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回は細めの糸を使用して自分の傘が一目でわかるこちらの傘の持ち手のカバーを編んでいきます。ビニール傘の盗難防止にもなりそうです。余っている糸でも編めますので、色を変えたりフリルをつけることもできますので、好きなデザインで編んでみていただけると嬉しいです。使用する材料はこちらです。細めの好きな糸をご用意ください。動画で使用している糸はコメント欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。使用するかぎ針は糸の太さに合わせたものをご用意ください。それでは編んでいきましょう。最初にこの部分を編んでいきます。途中で糸の色を変えて編んでも可愛くできます。最初に鎖を編んで輪を作ります。動画では鎖12目で編んでいますが、使う傘の持ち手に合わせて目数は変更可能です。フリルをつける場合は2の倍数で鎖を編んでください。ここから鎖12目編んでいきます。鎖が編めたら1つ目の裏山に針を入れて糸を引き抜きます。これで鎖の輪が完成です。1段目は鎖1つで立ち上げ、細編みを12目編んでいきます。鎖1つで立ち上げ、鎖の裏山に針を入れて細編みを編んでいきます。これが1つ目の細編みになります。2つ目、3つ目、この繰り返しで細編みを1段編んでいきます。12個目の細編みが編めました。これで1段目が完成です。2段目と3段目は細編み12目を編んでいきます。1段目の編み終わりから鎖の立ち上げなしで続けて細編みを編んでいきます。この繰り返しで1段細編み12目を2段編んでいきます。2段編むとこんな感じになります。
4段目は鎖3つで立ち上げ、長編みの筋編みを1周編みます。下の段の向こう側半目に針を入れて糸を引き抜きます。ここから鎖1つ、2つ、3つで立ち上げます。これが1つ目になります。2つ目も向こう側半目に針を入れて長編みを編みます。これが2つ目です。3つ目も同じように編んでいきます。この繰り返しで長編みの筋編みを1周編んでいきます。1周編んできました。最後の長編みの筋編みが編めたら、最初の鎖3つで立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで4段目が完成です。5段目は鎖1つで立ち上げ、細編みを1周編んでいきます。鎖1つで立ち上げ、下の段の鎖3つで立ち上げた3つ目のところが1つ目の細編みになります。これが1つ目の細編みです。2つ目、3つ目、この繰り返しで細編みを1周編んでいきます。細編みを1周編んできました。12個目の細編みを編んだら、これで5段目が完成です。6段目は鎖3つで立ち上げ、長編みの筋編みを1周編んでいきます。5段目を編み終えたところから1つ目の半目向こう側に針を入れて糸を引き抜きます。ここから鎖1つ、2つ、3つで立ち上げます。これが1つ目です。2つ目は向こう側の半面に針を入れて長編みを編みます。この繰り返しで長編みの筋編みを1周編んでいきます。1周編んできました。最後の長編みの筋編みが編めたら、最初の鎖3つで立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで6段目が完成です。7段目は鎖1つで立ち上げ、細編みを1周編みます。6段目の編み終わりから鎖1つで立ち上げ、下の段の鎖3つの立ち上げた3つ目のところに1つ目の細編みを編みます。2つ目、3つ目、この繰り返しで細編みを1周編んでいきます。細編みが編めたら7段目が完成です。8段目からも長編みの筋編みの段と細編みの段の2段を繰り返して好きな長さまで編んでいきます。動画を見ながら編みたい方は6段目と7段目を繰り返し見て編んでください。
編みたい長さの約 1.5 センチ手前ぐらいまで長編みの段を編んでいってください。伸び縮みしやすい編み目なのでカーブのところにも使えます。全体的にカバーを編んでも大丈夫ですが、使ってみたところカバーのところを持っていると手が熱くなるので、夏場は部分的なサイズがおすすめです。動画では長編みの段を5段編みました。ここから縁を編んでいきます。鎖1つで立ち上げ、細編みを12目編んでいきます。この繰り返しで1段編んでいきます。1段編むとこんな感じです。縁の2段目と3段目は続けて細編み12目を2段編んでいきます。ここからは鎖の立ち上げなしで細編みを編んでいます。細編み12目を2段編んできました。最後の細編みが編めたら1つ目のところから糸を引き抜いて糸をカットします。編み終わりの糸を処理します。これでカバー部分が編めました。フリルをつけない方はこれで完成になります。ここからはフリルを編んでいきます。フリルは長編みの筋編みのどの部分に編んでも大丈夫です。どちらの向きに編んでも大丈夫ですが、動画では編み終わった上の段の方から針を入れて編んでいきます。編み始めはどの部分からでも大丈夫です。糸を引き抜いてここから鎖2つで立ち上げます。もう一つ鎖を編んで同じ編み目に中長編みを1回鎖1つ編んで同じ編み目に中長編みを1回鎖を1つ編んだら隣の編み目に針を入れて糸を引き抜きます。
鎖を1回編んで、隣の編み目に中長編みを1回、鎖を編んで同じ編み目に中長編みを1回、鎖、同じ編み目に中長編み、鎖、同じ編み目に中長編みを1回、鎖、同じ編み目に中長編み、鎖、同じ編み目に中長編みを編みます。一つの編み目に中長編みを5回編めたら鎖を編んで、隣の編み目に針を入れて糸を引き抜きます。鎖を1つ編んで、次の編み目に中長編みを編んでいきます。1つの編み目に中長編み、鎖を全部で5回繰り返します。中長編みが5回編めたら、鎖を1つ編んで、隣の編み目に針を入れて糸を引き抜きます。鎖を編んで、隣の編み目に中長編み、鎖を全部で5回繰り返します。中長編みが5回編めたら、鎖を編んで、隣の編み目に針を入れて糸を引き抜きます。鎖を編んで、次の編み目に中長編み、鎖を全部で5回繰り返します。この繰り返しで1周編んでいきます。フリル部分が5個できて、糸を引き抜いたところです。鎖を編んで、最初の編み目に中長編み、鎖、中長編み、鎖を編んで、最初の鎖2つで立ち上げた2つ目に針を入れて糸を引き抜きます。
これでフリル部分が完成です。糸をカットして糸処理をします。フリルのボリュームをもっと出したい場合は、中長編みの数を増やして編んでも大丈夫です。同じように他の部分にもフリルを編んでいきます。フリルをつける場所はお好きな場所で大丈夫です。好きな位置に好きな色でフリルを編んでみてください。完成です。お疲れ様でした。糸の素材や色を季節に合わせて変えて編んでも楽しそうです。傘にも自分なりの個性を出して、雨の日もちょっと明るい気持ちになっていただけたら嬉しいです。もしよかったら編んでみてください。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。またリクエストなどありましたらコメントください。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録